どうでしょう。これ一応飛車が捕まってるんですけどね。ただ皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、私は先手ですね。相手四段の方です。対局開始。向かい飛車が得意戦法ということなので、振り飛車かもしれないですね。試験飛車でしたね。今回は向かい飛車ではなくて試験飛車で、美濃囲いということで、結構持久戦のじっくりとした将棋になりそうですね。私の方は穴熊を目指していきます。端受けてみますかね。受けない手もあるところですね、これは。3三角だったらね、4五歩とねついてきそうな感じですね。では2五歩はね、一回このね4五歩とねついてくる手をちょっと待ってという感じですね。で相手方歩をついて、これでついてね、歩をついてくるのかな。銀上がるか、金でしたね。これ本当にじっくりとした形です、駒組み的にはね。で銀上がったので、鈴木大輔九段とかはね得意とされている形に進みそうですね。この歩をついて、この歩の歩か、この歩だと5五歩とついてくる可能性もありますね。金を入れますか。銀上がり、さあ端をついて、これは本当に何て言うんですかね、古くから指されてる形ですね。4四銀型とか6六銀型って言われるんですけど、この、クリ飛車の形で、私の方は居飛車なんだということでね。さあ桂跳びでした。角を転換して指すか、角を引いて指すか。金上がりますか。これで角を引いてね指すというイメージです。で6八角ね、これちょっと面白い形なんですけどね、4六同歩同銀とねここからねこう交換していくというイメージです。これで5五歩と来てもね、同歩同銀5六と打てば、4筋の地点はね角銀で防いでるんでね破られません。で銀上がってきましたね。結構強気な手です。ここついていますかね。相手の方のね銀冠完成してないので、戦いになる分には歓迎と。同歩同銀で歩打てばねすぐに戦わないんですけど、銀を引いておけば一歩持てるのも大きいんで、相手の方桂跳び、金上がりでしたね。取って歩を打っても3六銀とかわされちゃうんで、私は桂を跳びます。この時にねこの歩を突いておくと角をね端に出られる手がないので、この歩は大事な手なんですね。で同銀と取って、この銀冠にしておくことによってね、振り飛車側としてはどこかでね後々ね端攻めが楽しみになります。私のは銀を引いて、さあどうなんでしょうか。一歩持てたんですけどね、相手の方の銀冠もしっかりしていて、この穴熊はね2枚の穴熊、金が離れてる穴熊なんでね、そこまで言うほど硬くないので、で歩付きでしたね。さあどうするのがいいかな。単歩ですか、難しいな。取って同銀で8六歩同歩7五歩、ここのね歩をついていくのが攻撃の手筋です。それでいってみますかね。今ね先にこっちの歩を作ってもらったんです、相手の方ね。この辺解説編でできればなと思います。ついて同歩でついて同銀で取る、取ってつく、ガチャガチャになります。難しい。飛車を引いておくような手もある、合わすような手もある、いっぱいあります手が。この歩をつく手もある。でもこの歩をついてますか、とりあえずね一本はね飛車先の歩をついて、同角か同銀か見ると同歩でしょうね。そうですよね。同角とはちょっと取りにくい。同角と取ってもねまだかぶってますんでね、同歩。さあここでどうするか。ここの歩をついて同歩なら歩、同銀なら5五歩と戻す。さら同角があるから取って、これは決戦になりますね。同銀の時に7筋を突こうというのが、角頭を狙うというのが私の狙いです。同銀と取られるとね、この歩も伸びていきますし、ここの歩も突くような手もあるんで、受けるのもなかなか難しいんですけど、もう攻め合っちゃおうという構想ですね。ちょっと変えてますね。ここの歩を突くような手も考えてるかもしれないですね。この歩を突くと角を飛び出して飛車取りになって、さあそれでどうか。同銀でしたね。で歩を打つとね伸ばすような手があるんで、もうここはもう攻め合いですね。さっき歩交換しちゃってるんで、ここで歩受けてもねガンガンやられちゃうんで、歩ですか。取ると取られてあれかな。で同金同銀同銀同金同金で、銀打つ。同金同銀同銀ですかね。はい。
同銀で取ると同銀同銀で最後銀打たれるんで同金で取るのは一応まあこの場合の形ですね。で同銀で取って、角は飛び出れますけど私のも飛車が飛び出るんでね、非常に激しい。でこの時ここに金で相手に銀持たれてるとここに銀打たれちゃうんでね、それは両取りになっちゃいますんでちょっと困るということでね、そのあたりのね攻防も解説編でできればと思うんですけど、これで私のとしてはこの角になんとか動いてもらってね飛車を飛び出ようという構想ですね。ちょっと考えてますね、勝負どころと見て。一つはこれ端を突いてね、ここで端を突いて、角出を後に回すって指し方ありますね。すぐ角出ると飛車走られちゃうんで、例えば端を突いて歩を取り込まれたら角を出ると、そうするとこの歩を取り込まれた手をね取り込まれちゃうんですけど、一手端歩が突けるんでね解くと。ただ端歩を突いた瞬間にもしかしたら5五歩とね角を封じ込める手があるかもしれないんですよね。なので角出ましたか。これは飛車を走りますね。さあこのさばき合いでどうか。これ飛車陣ねかなり気持ちのいい手で相手の方は歩を受けてきましたね。さあここで私の方もどうするかっていうのはもう難しいので銀を引くのがいいかな。銀を引いて一回固める、角を成ったりしてきて、あとここに歩を打つっていうのもありですね。この風中もやってみたい。ここに角出る手をねやりたいんですよ私の方としては。それが狙いなので歩を打つ。ただ金を打ってくるね勝負もあるので銀引きがいいかな。銀引いて角なって、難しい。ちょっと考えますね。銀引いて角なって角は上がる、それもありますね。それがいいかな。銀を引いて固めましょう。これ金をここに打ってくる手があったんですよね。一応部分的にね。なので銀を引いて、これ金打ってくれば角取ればいいですし、角を切ってきてもね同金で切ってこられるかもしれないですけど、切ってきても同金でね結構駒くっついてるんでね、離れてる駒をこう引きつけてちょっと味のいい手。ただもちろんここにね角成られたりすると桂取りになるんですが、それでね角が一応こう飛車玉側の睨みから離れてくれるんでね、そういうような考え方です。相手の形でもできれば角をねこの睨み置いときたいんですよね。それでもう端を突いてね桂馬を飛んでって感じで攻めれれば、ただこれはしょうがないと。さあこれで私の角を上がるという狙いだったんですね。角上がって桂馬との角になる。角上がってますか。これ角を成ってね飛車先を破ろうっていう構想です。桂馬取られても角を成ってね、今ねこの馬と角で働きの差があるので、やはりこの角をねこう破っていってね突破する形を目指したいってことですね。形勢はいい勝負でしょうね。これね穴熊なんですけど、この金冠がとっても硬いんですよね。金冠3枚くっついてて、私もやっぱり金は一応剥がされてはいるので、まだ本陣がねそんなにピンチってわけではないですけれども、玉の硬さはね銀冠側もしっかりしているので、形勢はいい勝負ではないでしょうか。金ですか。そこに金ですか。ちょっとねもったいない感じもありますけど、これもやりますね。飛車逃げる手もありますね。そこに金打ってくれたらね、切る手もあるんですけど、切りも第一感なんですけどね、切って同桂で取り込みとかでいければ、飛車寄るとかねいければいいけど、飛車を逃げるのもありますよね。そこに金を打ってくれると逃げる手も考えたくなる。逃げる、取る、取り込む。いやでも一直線の攻め合いでは穴熊に対して苦しいということでね、少しも守り気味の手ですけど、どっちがいいかな。切るか迷いますね。切る手も相当あるんでね、ここはちょっと考えますね。切る手もある。切っていいか飛車を逃げる方がいいか。飛車逃げると桂取る、取り込む。穴熊なんでね切って指したくなりますよね。同桂で叩く。どうだろう。ここであるいは叩く手もあるのか。ここで叩く手もありますね。ここで叩きも手筋かな。同金ならね飛車と行きます。飛車と取り合いはよし。飛車寄りは銀を打って飛車な。ここで叩いてみますか。これ飛車取れば飛車の取り合いでね、この金がもうひどい金になるので、一発叩いてね金で取れば飛車取りが解除される。また2二角成とできますしね、角成り出ますんで、同飛車ならね飛車なればいい。で飛車を1個寄れば6一ね割り打ち銀が抜き打ちがある。でこっち寄ってきたのがこれで一応ある程度効いたと。さあこれでどうするか。切って飛車寄りで攻めていく手もやってみたい。それでいけるかな。飛車寄り難しいところですね。飛車を引く、取る、取り込む、どっちがいいかな。飛車を引くのもあるんですよね。この金をね相手にしたくないっていう気持ちがね
どうしても働くんですよね。飛車引いて取り込んで桂馬取ってね、ただね飛車を一回引くような手なんでね、どうか。迷いますねこれ。どっちもあるな。切って同桂、飛車寄り、角を打ったりしてくるかな。飛車引き、馬寄り、飛車寄り、飛車引いて馬寄って飛車寄るって手もありますね。そっちの方、それもありますかね。ちょっと弱気なようでも、まあただ桂馬飛ばれるんでね。いやすいません、ちょっと考えますね。ここは迷います。難しいな。5分。残り5分ですか。迷います。ちょっと考えさせてくださいね。ここは迷います。飛車引く馬引く取り込む金引く。まあ切りますか。でもね、やはりね、まあ逃げる手もあったんですけどね。これはね決断の一手ですね。切ってさあどうする。飛車寄りますか。でまあ5五角か、まあ、3二歩と受けるか。まあ桂を取ってしまい合格でしたね。これも金打って攻め合いでどうでしょうかね。切って同金。馬引きですか。なるほど、筋がいいですね相手の方ね。さあどうするのがいいかな。銀をべちゃっと分厚く打つ。取ってまあ一回金を取りますか。これでどっちで取るか。同金。なるほど。いやいや結構難しいですね。結構これ大変ですね。私の方もそれほど自信があるというわけではないですね。これだとね、もう一回なるのがいいかな。もう打つと切ってきそうなんでね。いや、隣ですか。一回これなりますか。まあ叩き微妙でしたね。こういう展開になるとね叩かなかったらよかったかもしれないですけど、この辺りでも結果論とも言えるんでね。さあ穴熊がどれぐらい持つかですね。これでね、まあ、ここに銀がいるんでね、引き付けてあったのが結構効いてますんで、そんなに簡単にはね破れないとは思うんですが、まあ、相手の方例えば馬を引くとか、ここはでもチャンスと思ってね感じられてるんではないですかね。ちょっと考えてます。その金ですか。この金はどうかな。ちょっともったいなさそうですけどね、そこに金打っちゃうのは。どうでしょう。これ一応飛車が捕まってるんですけどね。ただどうかな。銀打つのがいいか。銀打ってそうだ、銀打ちがいいかな。飛車取ればあれだし銀打ちがいいでしょう。ちょっと金打ちはどうですかね。若干もったいないような気がします。何かこう馬引いたりとか攻め合いの方が嫌でしたけどね。これももちろん難しいですけど、これ金でしがみついてこれ結構うるさそうですけどね。これこっちの金が相手で、同金は同飛車ですっぽ抜けちゃいますし、飛車取るとこの金取ってね本陣に迫っていくんで、これは穴熊ペースになったでしょうね。この金がちょっと危ない格好というか、浅田からまた取りですし飛車に迫ったんでね、8七金、この金取ってどうでしたかね今ね。もちろんこれ角睨んでるんで簡単ではないですけど、そうですね馬引きがありますが、さあどう受けるのがいいかな。って金打つのがいい。金これ手の入れ方ですね。どっちに固くした方がいいのか。この歩を打って固めた方がいいのかな。いや玉のね固め方の問題です。これねいずれにしろこう飛車打ってくるんで、いや迷うな。どっちがいいか。上の角を封じますかとりあえずね。で飛車を打ってくると思うんで、そこでどうするか。さあこの時にもう攻め合っていけないか。取って銀成りでいければいいですね。で取ってきても最後にいっぱい駒持ってんでいけそうですよね。飛車取って飛車打っていけそうですね。なので取って攻め合いでいきましょう。でこうなってね、ここ2枚以外で来るんですけど、最後にね駒がいっぱい入るんで詰まそうっていうね構想です。具体的に言うと3一馬と切ってきてね取って同飛車成で角当てに入ると角をねここから打って詰みですね。なので金を受けてきましたが、これも飛車打てるかな。もうガッチリ受けとく手もある。飛車打って馬切ってバラバラにしてきた時に詰めばいい。金銀3枚取って危ないと思えば金をガッチリ受ける。金ガッチリ受けときますか実戦的にね。これ手堅いですよね。こう打っとけばもう王様ガチガチなので、あとは攻めに専念できます。ここに金持ちしてますからね、慌てずに。で飛車を打って
そうですね、これ穴熊鉄壁ですからね、まあ角だったりしてこう相手の方としては、まああるいは角で1個出るのかな、何か攻め合いかもしれないですけど、そうですね、攻め合いですけど取って、まあ銀打って、まあここは穴熊がいいでしょうね。さあどうやって受ける、銀打ちですか。さあこれどうするか。まあ一回歩を受けとくような手もありますね。受けてきますか。まあこれでさらにね王様安全にして、このね歩突きだけ、歩突きは厳しいんでね、でも相手の方も非常に最善の粘りだと思います。でこれでね次に私桂頭のね攻めを狙ってます。歩をついてね。馬切りですか。これは勝負に来た手ですね。で金を取ってことかな。なるほどなるほど。さあ勝負手ですね。まあ、銀を取って同銀でしょうか。同銀ね。さあこれは飛車を逃げたくないですね。飛車を逃げといても優勢ですけどね。飛車成って取って玉頭つい角頭ついても、まあこっち飛車の方がいいか、よく見たらと金割れますからね。と金寄ってこっちの方がいいですね。今ね飛車成りで絶対悔しいようでも、このと金がもう一発寄れるのがね大きいんで歩ですか。いやいや腰が重いですね、相手の方もね。竜飛車も回っちゃって、まあ金取って攻め合いに行きますか。これはもういよいよ、あ同銀ですか。今ね飛車を取れば攻めようということだったんですけど、同銀でしたね。同銀は竜を回って、まあ、金取れたんでね、これはまた大きな戦果ですね。今竜取って勝負するってもあったと思うんですけど、それでこれ、ね、ここ狙ってるんですね。ここつくのが急所です。で歩を打って、これは筋に入ったでしょうね。この歩が打ててますから。さあしかし相手の方も丁寧、非常に丁寧なわけですね。これまた竜重ねて今度こっち行きます。竜切る手をね狙ってたんですけど、相手の方が止めたんでね、今度はこっちに竜を出る手を狙って、これちょっとしのぐの大変でしょうね。桂打ちですか。非常に粘り強いですが、さあどうしようか。まあ、金をベタっと打って寄っていくようなイメージもありますね。それがきついかな。金ベタっと打ちますか。これでね次6四金とねこの歩をさらうようなイメージです。徹底抗戦ですけどね。ただ相当辛いでしょうね。まあ歩があって、まあ、ここの歩をついて、今度ねこの角のラインがまたあるんですよね。こうね攻め手をね広げるっていうのがまあとっても大事ですね。やっぱねこういう時まあ歩を打って、まあこれも金寄って攻めてっていいでしょうね。金と香車の交換ですけど歩が伸びていくんでね、これでまた桂打ちとか狙ってね。あとこれ王手竜取りがだんだんちらついてきましたね。これいろんな筋をね受けないといけないんで、まあ、これ桂馬打って、こうなると穴熊ね勝ちパターンですよね。王様硬すぎるんで、これは桂取って、まあ相手の方もちょっとやりようがなかったですね。この金作れて、これは受けがないですね。もうね、さあ歩突きですか。まあこれは形作りに近いでしょう。角を打ってね両取りなので。まあこれでね金両取りなので、まあ桂打ちまして、これはもうほっといていいですね。まあ、そうですね、金で取って、これは穴熊勝ちになりました。まあ難しい勝負でしたけどね、最後まあパナゴの勝さんがいきましたかね。ありがとうございました。この将棋勝つってすごくないですか？はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。戦型が今回試験飛車対居飛車穴熊ということでね、プロのね棋士の間でもね人気のある対抗型にね進みました。定石系だけあって形勢のねバランスが取れていて、非常に難しいね勝負が続いたんですけれども、相手の方もね非常に筋のいい振り飛車党の方で、中盤のね途中ぐらいまではむしろね振り飛車がさせた局面もあったと思うんですよね。そういったところを含めましてね、解説編の方でじっくり解説していきますので、そちらの方も合わせてご覧いただければなと思っております。